めっちゃ出ます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。酢豚にのさわら市で。食堂のおばちゃんならぬ食堂のお姉ちゃん。子供を養っていかなあかんってなってもう生きるのに必死みたいな感じでした。ほんまに超どん底からもうめっちゃ波乱万丈というか。ありがとうございます。おそランチです。おはようございます。元気よく言って。おはようございます。でもさ、今からどちらに？あ、保育園に行きますって言って。保育園に行きます。おはようございます。朝起きて6時か6時半ぐらいに起きて送りに行ってでそっからバス乗って電車乗って向かいます。第1回戦の戦争が始まってで仕事行ってからが2回戦です。楽しい一日。行ってきます。いってらっしゃい。すみません、ありがとうございました。朝のいつもこのルーティン。もうずっとそうです。今日ちょっと余裕あるけどいつももうなんかギリギリなんで走り回ってます。先ほどもおっしゃってましたけど、戦争。そうほんまに戦争です。店始まってからは1年ぐらいなんで逆に休みの日とかあった方が急にその平日とか休み体調不良とかでやったら次の日めっちゃしんどくてルーティンが崩れたら体がだるいというか多分動いてる方がいいんやろうなってめっちゃ思います。今日もすみません、改めてよろしくお願いします。こんな田舎に来てもらってすいませんほんまに。なんか月曜日ってめっちゃ忙しいから基本は11時半間に合わせなあかんなって頭の中でだいたいこうやっていこうっていうのは決めていつも向かうんですけど気づいたら11時半になってますほんまに。何やったっけ日本一長いかなんかじゃなかったですか商店街。違うかったっけ多分一番長い日本やったか分からんけどなんかそんな商店街です多分ここの一番端っこです入り口。そうここですたまたま開いたんでもともとここスナックやってそうここおはよう。あ、ピーマンは上か。いや、でもすぐ。これもう全部下の。いや、違うね、もう。今日寒くないですか。
働く前は離婚したのが4年前。子供を養っていかなあかんってなって、その直近で言ったら水商売やってたんですよ。北新地で水商売やってて、2歳からの夢はずっと CA やったんですよ。めちゃくちゃアホな高校やけど絶対入られへんって言われてたけど、もうほんまに死ぬ気で勉強して、そういう大学に行って、で、CA 目指してたけど、そう結論から言ったら、コロナで受けもできないというか、でその時にもうなんていうのできちゃったやったからちょうど良かったんですけど、もう CA なんかももちろんなられへんし、主婦の道に一旦は行ったんですけど、でその後に結婚してね、離婚して新地で働いて、そこからがやばかったですね。今めっちゃ笑ってますけど、その時子供守らなあかんって、もう専業主婦やったから働いてないじゃないですか。離婚したら収入がなくなるで、そうもう死ぬ気で働かないで、それこそほんまに保育園も預けさせれない年やったから、下3、4ヶ月1歳成り立てとか、でもそんな感じでした。だからどうにかしてね、夜そんなめっちゃ出んでいいようにしてあげたいっていうのはずっと思ってて、夕方ぐらいに預けに行くんですけど、迎えに行くのは朝方じゃないですか、寝かしてくれてるから。でももう朝迎えに行ったら子供らは寝てるからめっちゃ元気なんですよ、帰ってくる時。でも私寝てないじゃないですか。だからその睡眠時間とかも長く取れて1時間みたいな。今やったら考えられへんけど、もうとりあえずもう生きるのに必死みたいな感じでした。ほんまに超どん底からもうめっちゃ波乱万丈というか、とんでもない母ちゃんやなと思います。自分が子供やったら。そうでもそういう運命やったんやなと思います。そうじゃなかったら多分慣れてないから店多分できてないと思います。そう多分導かれたんですそう導きそうお米をちょっと取りに行きます。上にないわ。パリないの？下のはありました今。みんなお母さん。そうなんですよ。みんなほんまにお母さん、ほんまにっていうか、そうお母さんです。基本そのなんていうの、募集の仕方を女性がいいなと思ってて、でその夜働いてる時ももちろんシングルもめっちゃ多かったんで、思ってたのが、お金と子供のためだけに同じ時間働くんやったら生きがいとかやりがいとか、ほんまそれこそ笑顔でできた方がいいよねっていうのはずっと思ってて、どうせ働くならほんまにこう仲良くって言ったら綺麗事かもしれんけど、メリハリつけて楽しいこともちょっと悲しいことも大変なことも同じ気持ちを持てる人と働きたいなってずっと思ってて、安心しません？そうなんかこうおかんって聞いただけで、おかんがやってるらしいって言っただけで、なんかちょっとこういい子かなって自分もなるから、そうですね、感じかな。最初に豚汁に入れるごぼうとレンコンをちょっと炒めます。そのごぼうを切ってます。豚汁はもう定番とかなんですか？あ、そうなんですよ。メインっていうか、そう売りで、結構豚汁具だくさんなんですけど、結構定食だけでもお腹いっぱいになると思うので、おかわりしてくださる方とかもいて、結構人気ですね。綺麗なお野菜そう持ってきてくれるんですけど、いつもほんまにこれぐらい、もっと大きいのとかあります。たまに人参とかもこんなめっちゃほんまに大きい
もともと自分が豚汁好きっていうのもあるんですけど、定食屋とか行ってもあんまりなんか本当に一から全部作っててお野菜とかにもこだわっててっていうのがあんまりこの辺にないなと思って、普通のお味噌汁よりかは豚汁の方がお野菜もいっぱい取れるし、最初だからだし巻きを売りにしてたから、だし巻きはおかずじゃないみたいな、なんかこう副菜というか、お肉あってだし巻きとかやったら分かるけどっていう人が結構多いイメージがあったから、それやったら豚汁もおかずになるよなと思って満足されるように。1階ではお一人なんですか？そうです。11時半になるまで一人です、基本。下のことは任せといてって言ってます掃除とかももちろん時間なかったらやってもらうんですけど、自分でさあ今日も始まるぞっていう気持ちが締まるんで、掃除とかも全部します、自分が。なんかこう一番やっぱりこうね、リーダー動いてなんぼやろうって思うタイプなので。なんか香りがめっちゃいい香りになるから、ごぼうをわざとあく抜かずにちょっと焦げ目つけて、で豚もちょっと焦げ目つけて、いやめっちゃ美味しくて、裏技裏技なんていうの、こだわり裏技。にんにく、これははい生姜です。私の母親の豚汁に生姜とニンニクが入ってて、お母様？そう、ママがそう料理めっちゃ上手で、それもありますね、豚汁が好きなのは。この料理になられたのはそれがきっかけなんですそうですね、お料理できた方がいいよ女の子はっていう感じで、本当にちっちゃい時からその時はやらされてるっていう感覚やったけど、お料理めっちゃ上手やって、おやつとかも全部手作りやったんで。ちょっと蒸します。色綺麗し、いいと思う。いいよ。多すぎる。すいません。麻婆豆腐を先作ります。
味付けももう目分量。目分量です。毎日味違う。どこかで学ばれた。はい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 。いや全然麻婆豆腐っていうか辛い食べ物がめっちゃ好きで、それこそ麻婆豆腐とかもめっちゃいろんなところ行って食べて、なんか美味しいなと思ったら、なんか食べた時にあこれ入ってるんや入れてみようみたいな感じでどんどんなんかあこれ足そうあれ足そうってやっていったら、そう美味しくなりました。ほんまに独学です。なんかでも大概ニンニク入れたら何の料理でも美味しい気がする。わからんけど。これね、水入れるじゃないですか。次めっちゃ重なるんですけど、すんごい顔になるんですよ。重すぎて。だからそこをずさっといてください。ほんまに鼻の穴すごいことになるんで。めっちゃ重たい。多分これ30キロぐらいもっとあるんちゃうか。それは言い過ぎた。まだマシでした今日。頑張った。ちょっとフライパンで作るのじゃなくて火を通して最後に合わせて作るっていう調理方法でやっています。焦げ目もついて中までしっかりふっくら火が通るのですごい美味しいと思います。混ぜます。あ、まだ回してないそれ。
普通に入れていきますよ。バーってすごい香りますね。ねえ、美味しそう美味しそう。もう味見すんでもいいかなって最近思ってます。じゃあ辛いの食べ過ぎて、そうまだちょっと病み上がりやから胃が。しっかり中華鍋も使われてるんですね。そうなんです。でもなんか可愛いミニサイズです。めっちゃ軽いですよ。だからミニサイズを使ってます。いきます。私も子育てしてて久しぶりに働いたのはここだったんですけど、できることを生かしてできるかなと思って考えること多いので大変なんですけど、メンバーは面白いんでやってて面白いすずちゃんも含めやってて楽しいです。自分たちで考えてご飯作ったりとか、なんかそういうのができるのもすごい楽しいですし、たまにみんなで飲みに行ったりとかそんなんは楽しい。みんな本当に仲がいいので、それは一番の財産よね、ここで知り合った。そうですそうです。酢豚とサワラ。プラス200で。酢豚、サワラの最小やってお客さんがこれ見てメイン選んでいただくっていう感じです。毎週月曜日に新しいメニューになるので、週替わり、あ、そうそう、週替わりで。今週は甘酢あんたっぷり酢豚とサワラの西京焼きです。麻婆とカレーはあと卵、だし巻き卵はいつもあります。そこにも GoPro ある。入り口で入ってくる。豚汁が全部に入ってる。そう入ってて、カレー以外全部入ってて、そんでメインが週替わりで A、B、もう C いつもあるんで基本 A、B、C から選べて、なんかボスランチっていうのがあって、おばんざいが5種類かなとメイン2つとご飯、豚汁、サラダでは結構もうお腹いっぱいになるけど、なんかもういろんなの食べれるんで、それ全体的にもう赤いかも。
運動神経いいね。確かに。酢豚が2つと、サワラが1つ。これなんか回ってる。置いといてください。回るんです回るんですか。はい。酢豚にサワラ1。はい。東京なんですよ。よく来られるんですか？何回目かですね。3回か4回。僕ら東京ですから。はい。東京なんです。東京。僕は近所なんですよ。今日は東京からお見えなので、今日はランチはここにしようと思って、昨日から決めてました。おばんざいすぐさん来たら豚汁なんです。そうなんですよ。そうなんです。豚汁好きです。それで1000円でしょ。ありがたいですよね。すいません、お待たせしてます。お待たせしました酢豚です。はい。もう一つ酢豚です。置いてます。はい。ざっくり多く入れたら色出ることに気づいた。今日10号に対して8ぐらいにました。いらっしゃいませ。こちらどうぞ。A にします。はい。いつも綺麗に食べて帰ってくれます。ほんまに気持ちいいぐらいね。魚でも骨までなくなってる。気持ちいいぐらい。いや、若いのにしっかりされてるなと思って安心してるんですけどね。料理美味しいです。サラダを下に入ってる。今日は撮影。重たいのでお気をつけください。もう一個こちらお願いします。酢豚お待たせしました。お待たせできます。上に寿司を入れてください。この町は昔から知ってるんですけど、最近お昼ご飯高いんですけど、ここは1000円とか1200円で食べれるんで、それはお買い得感があります。野菜の量も多いし。僕初めてですね。めちゃめちゃ美味しかったです。一日中頑張ってはるから頑張ってねですね。また食べに来ます。すごい皆さんめっちゃ綺麗に食べられてますね。ありがたいですね。綺麗に食べれんかったらみんなめっちゃ機嫌悪くなる。いらっしゃいませ。絶対映りたいから来たよ、また。ヘルプ。あ、2つと1つがご飯好きなの。はい。もう1個がサワラ。はい。酢豚2のサワラ1で。サワラご飯少なめ。酢豚か。酢豚でいいですか。はい。モスです。モス。はい。ここはおかずのバランスがとてもいいです。健康に気を使うその時のためにここはよく利用させてもらってます。
あとお店の方の感じがいいですよね、皆さん。まず味は大事ですけど、プラス感じもいいのでいいです。頑張ってください。家賃払うのだるい。サウラ OK って言います。これちょっと少ない方です。ライス小です。はい、さっき酢豚です。これ重たい。ゆうさんご飯こんなもんでいける？全然いいね。ありがとう。はい。サンキュー。いける？どうですか、お味は。美味しいです。職場近くて時間ある時とかは外食続いた時はなんか手料理食べたりとかよく来てます。常連様とかは結構多いんですか？あ、でも結構多いですそう、もう常連どころじゃないぐらい常連です。自動的にあ、これ好きやなみたいな感じで、なんかその常連さんは基本覚えてます。この人椎茸嫌いやなとかひじき嫌いやなとかポテサラ好きやなみたいなのは覚えてます。だから入れるようにします。期待くれたら地道な努力が大事ですよね食堂のおばちゃんならぬ食堂のお姉ちゃんなんで。はい、4000円のお戻しです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、お待たせしてます。まず一つ目、結構すぐ巻いてるので。すいません、お待たせしてます。はい、しました。運動神経いいね。マジで。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。ありがとうございます。頑張ってね。あんな感じ派手に見えますけど、すごい聞き上手やったりするんで、ファンも多いんじゃないかなと思います。なんか小さいところにも手抜いてるとこを見たことがないというか、至るところにこだわりが詰まってるというか、プロ意識っていうところがあるところっていうのはすごいなと思いますし、いろんな意味で刺激はもらってますね。なんかいろんな人の心に響く、すずちゃんに会いに行きたいなって思われるような店になったらすごい僕らも嬉しいなと思うので、僕たちはずっとファンで居続けて応援しようかなと思ってます。いつも美味しいご飯を食べさせていただいてありがとうございます。これからも一緒に頑張っていきましょう。おばんざいの量もすごい品数が。そうなんです。なんかこう、そのボスランチやったら5種類絶対なかったらあかんから、そうなんか私の中で例えばそのお連れさん2人来てたとしたら全く同じおばんざいじゃなくて、なんかこう、あ、こっちはこんなおばんざいなんや、こっちはこんなんなんやの方が面白いっていうか楽しいなと思って、基本ばんざいの量は種類は多くしときたいなっていうのはありますね。11種類。11種類ですねすごいと思います。本当にみんなほんまに最初バタバタしてたんですけど、めっちゃ手際がやっぱり慣れってすごいなと思って、そうみんなそのポジティブなんですよ。例えばですけど、私が「今日めっちゃ暇やな」みたいに言っても「大丈夫大丈夫」みたいな「いやでもまた明日頑張ればええやん」とか、何かがあっても助けてくれる強い、ほんまに友達とかじゃなく仲間、そうそう、いい仲間やなってほんまに思います。年とか関係なくみんな子供をして同じ忙しい中、すごいこう人のことを思えて、私めっちゃ気強いんですけど、そうなんかみんなとおったら気がちょっとだけそう優しくなれる感じですね、ほんまに。はい、そんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。よいしょ。そんなわけ。どうや
やって集まったメンバーというか。あずさちゃんはあれです。 SNS なんか TikTok を見てきて、その働きたいって言ってそう来てくれて、あずさちゃんです。どうでしょう。最近からですか？3月半ばぐらいから娘が一人でシングルなのでなかなか夜は働きに出れなくて、その時にたまたま TikTok ですずちゃんが流れてきて、おばんざいすずのインスタグラムに飛んだらちょうど求人も募集されてて、それでもうここやってなって、すごいもう本当に皆さんいい方ばっかりで、来たらもう楽しくて一瞬で時間が過ぎます。はい。あとなんか祝日たまに営業するんですけど、その時とかはもうみんな子供連れてきて、で上がちょっとスペースあるので子供だけで遊んでもらって、お母さんたちは仕事っていうのもすごくシングルからしたら助かります。めっちゃもう全部がいいと思います。皆さん作られるんですか？作れるように今頑張ってるとこなんですよ。でも失敗したらカットで。それにヒットしてくれるから。真似をして、そうすると格差も広がるんですよ。そうですよね。何がいいですかね。何がいいでしょう。いかがですか今日の出来栄えは？何点ですか？言いにくい。100ではない。強火、常に強火だから焦げやすい上に手早くやらないといけないんで、繰り返すのが難しいって感じで、何回かこう家で練習したりとか、残って卵を持ってきて練習したりとか何回かやりました。だけどやっぱりすーちゃんの方がうまい。でも採点もちょっと厳しかったでしょ。まだまだ伸びしろがあるってことですよ。いうふうに考えて。ありがとうございます。ありがとうございます。プログラムの勉強で仕事でやったらすぐ覚えるじゃないですか。学校の先生。だってほっといてもスマホは聞いたら南ちゃんよろしく言った。ほら南ちゃんの時に言ってくれた。そう昼じゃないよ。年下やからお前何せんねん。IT 業界もまあとこ探しまんねんから。あれ以上は IT 系はこの名前はね、静の麻婆豆腐。静の麻婆豆腐。森さんがそう勝手にあれやから。絶対一途で絶対麻婆豆腐なんです。何時に来ようが雨が降ってようが絶対豚汁ちゃうわ麻婆豆腐。辛みとか足されてましたけど覚えてらっしゃる。もちろん、はい、辛いのが好きなんで、その人によってめっちゃ覚えてます。この人だし巻き好きやなとか、ポテトサラダ好きやなとか、ひじき嫌いやなとか、なすび嫌いやなとか全部覚えてます。中でもそれで、すずさんの作る麻婆豆腐がお気に入り。
そうやな。ラブ麻婆豆腐やな。お店の雰囲気作りですごく大切にされてることはあるんですか？あります。なんかそのお母さんがやってるからお母さんがやってるのになんかもうピリピリしてるとか嫌じゃないですか。自分の家のようになんか例えば実家帰ったらちょっとなんかこうホッとするというか雰囲気が良くて、やっぱりその働かれてる方とかも多いからやっぱりなんかこうホッとするやなみたいな、お母さんなんか優しいというか、味もやけどなんかこう雰囲気もどんだけ忙しくても笑顔でいいよねっていうのはもうみんなで話してて、例えばですけどスタッフ同士も喋る時も気をつけたりしてるし、最初の方はやっぱ余裕なかったんで結構ピリピリしてたんですけど、そうやってちょっと心がけるようになったら本当にそういう感じ、結構雰囲気がいいって言ってくれることが多いので。もうあんた17、8の学生んだよ。手張りみたいな。タッパーでおろしてほしいです。そういつもねあれに入れるんですよ。これは何をですか？これまかないです。20と45が45を入れたい。じゃあ45リッターの袋ください。いただきます。普通のちょっとフォローなんていうのラメがもっと粗い。こうやってね。これをブスランチです。魚全部一緒やと思う。英語しか魚編のやつ全部一緒に。チーってまた美味しく感じるもんね。ほんまに愛情は欲しい。みんなのコメントを引き出せるように。素晴らしい。開業をするっていうのはもうずっとこのお店をしたかったんですか？したかったんですよ。ずっとしたくて、たまたまその元なんていうの旦那も結構体とか鍛えてたりしてたんで、結構食にはこうちゃんとしたいねと思ってたんでしてたんですよ。
それで自分もそのなんかこうスポーツも好きやし、ね、食べ物好きやから、あこれ取ったらこれにいいんやとかそういうのをまあ勉強してて、めっちゃこれ健康なカフェとか作ったら売れんちゃんみたいな感じで絶対やろうみたいな、やりたいってなって、それぐらいの時からそうずっと思ってはいたんで、まずは一番最初に出るのはやっぱ感謝っていうのはすごいあって、多分めちゃくちゃわんぱくやから私がすごい多分気使わせちゃってるやろうなってふと思う時あるんですけど、なんかやってる時ってそこまで頭が私回らへんくて、でも何も言わずになんかそっとこうフォローしてくれたりとか、そういう時に私ってちっちゃいなって思ったりするんですけど、そういうことを気づかせてくれる存在というか、責任者やからとかパートやからとか関係ないと思ってて、私一人として見てるし接してるんで、向こうもそう思って接してくれてるんで、一切そのみんなの口からネガティブな言葉を聞いたことがなくて、いつも前向きにやってくれてることに対して本当にね感謝しかないなって思います。続けるってすごい難しい。だからやっとまだ1年って思うぐらいなんで、そのお店開けてから。だからこれから先もめっちゃいろんなことあると思うけど、仕事だけに関わらずお母さんなんで子供のこともあるし、それでも息抜きする場所でもあるし、一生懸命なれる場所でもあるし、そういう場所でありたいし、そういうみんなでいてほしいなって思います。